この勝負もらった !2 銘柄、小さくて知らない銘柄、銘柄の選定で、名古屋の吹上ホール、現地調査してきました。116社が集結して、業績とか、時価総額、配当利回り、配当成功、業績、それ全部分析して、この取材に挑みました。2日間泊まり込みの調査です。どうですこれだけ人がいるんですよ。直接 IR 広報部に調査して何がいいのかって、そう思いますよね。人間って、嘘ついてる時にすぐにわかります。また、言葉には出していないけど、ニュアンスとか、社員の忠誠心とか、一体感、やっぱり社員全員が同じ信念を意識して、会社の利益に貢献してる。うわ、この人ちゃんと会社のこと好きなんだな。ちゃんと会社のこと分かってるんだなって。そういうのが分かると、決算資料にはない情報っていうのかな。感じ取ることができると思うんですよ。普段は銘柄選ぶには、時価総額500億円以上の流動性の高い銘柄を選定していますが、今回は時価総額100億円ない企業も紹介します。それはなぜか。時価総額が低いっていうことは、認知度が低くて、投資家に買ってもらえない。信用度が低いとか、割安で放置されている、もしくは正当に評価されないっていう銘柄がほとんどです。言い換えれば、決算や利益が高くても正当に評価されない。これは小型株で多く見られます。今回紹介することで投資家の認知度に貢献して、時価総額が上がって、株価が上がるバイアスが常にかかる状況になります。たくさんの人に見られなくても、僕のコミュニティが利益出せればいいので、そういう身内用に台本を制作しました。2024年は NISA がみんなやり始めたっていうことで、土曜日すごく多かったです。うっそ、こんな多かったんだったら金曜日に回ってけばよかったな、全部。説明もね、もうまともに聞けなかったし、それだけたくさんの人が投資をするっていうことは、市場に資金が流入するっていうことだからね、僕たちには有利でしょう。僕のチャンネルは株式投資をテーマにした YouTube チャンネルです。独自の視点で、僕が儲かるだろうっていう銘柄を、株式市場のトレンドとか投資戦略を解説して、視聴者に有益な情報を提供しています。普通の投資チャンネルだったら、これをやったらいけないとか、おすすめの銘柄100選とか、おい、そんな購入できないぞ。お前は買ったんかみたいな、そういうムカつくポイントが多かったので、自分が利益を出すように考察しています。特に、このチャンネル最大の特徴っていうのは、じゃあ自分だったら今後、いくらで買うか、超具体的な値段を提案して、利益確定する値段と損切りの値段も公開しています。エントリーとエグジットポイントの設定とか、実践的な投資アドバイスが特徴です。なんでだって僕が利益出すためにメモみたいなもんですからね。楽しい VTuber のパフォーマンスとともに、投資の知識を深めることができる。顔出ししないよりは、顔出しVTuber の方がどういう表情で喋ってるのかっていうのがわかるから、どういうテンションで話してるのかっていうのを聞く応えがありますよね。初心者から経験者まで投資に興味のある方におすすめのチャンネルです。それでは早速行きましょう。証券番号3321の三立産業。お腹空いてたので、うわ、マクドナルドじゃんって思った人いませんか？僕は思いました。企業概要の前にどうしてこの銘柄をピックアップしたか。それは僕が儲けるために、投資対象というのは時価総額500億円以上で配当利回りが 3.5% 以上が条件と基本しています。じゃあなんで例外的に三立産業を取り上げたのか。それは紙の決算資料の情報以外にも直接聞く機会があったからです。この三立産業っていうのは時価総額90億円の小さな会社でありながら配当利回りは 4.4% の大盤振る舞い。じゃあ無理してんのかなーっていうと配当成功は 30% 程度で増配をしている。しかも名古屋証券主催の IR エクスポで広報部に直接聞いて、これみんな知らない情報じゃん。もらったって思いましたね。企業概要。三立産業株式会社証券番号3321は半導体、電子部品の販売及びそれらに付随する業務を主要事業として行っています。国内事業と海外事業の2つのセグメントで事業を展開していて、自動車、産業機器、民生品、アミューズメントなどの幅広い分野に対応しています。この会社の収益は半導体、電子部品の販売ですが、本来半導体の製造には巨大な工場、設備、クリーンルームっていうのが必要です。三立にはその巨額な施設っていうのはないので、電子部品の横流しで利益を得ている状態です。このままだといかんなっていう収益の見直し。ほら、横流しだったらどんどん物流の最適化っていうのが行われていくから、で、薄利多売なビジネスって儲からないし、特に日本だと生き残れないじゃないですか。で、収益の見直しが行われて、またそれは次のね、途中またお話しします。チャートの分析からですね。チャートの形状はずっと横ばいで、時価総額も85億円、90億円。機関投資家には見向きもされない銘柄です。一方で配当利回りが 4.4% とぶっちぎりで高配当で、配当成功は
高くて無理してんじゃないのかなっていう疑惑あるじゃないですか。でも30% 前後で売上利益は今後成長していく強気の説明でした。まとめ、このチャートの形状で買い時っていう時はなくて、これから収益と時価総額、そういうのを予想して株を保有します。これだけじゃ投資の精度っていうのは低いのままなんで、業績とファンダメンタルをかなり分析していきましょう。業績を分析してみましょう。PR、PBR、ROE 知ると世界が変わって見える。決算資料の良かった点は、自己資本比率が 71.9% と前年の 62.9% から増加して財務の健全性が向上したってこと。あとは現金及び現金同等物の期末残高が30億円ぐらいと健全なキャッシュポジションを維持。悪い点で言うと、売上がこれだけ 10% の減少していること。あと営業利益も 30.4% 減少している。投資をするんだったらこれは絶対に投資しないですね。なんだけど、もう決算で中身がだいぶね、収益形態が変わってきているので、いいものでした。面白かった。たくさんの類似企業との比較をしてみます。エレクトロニクス業界では半導体不足が緩和しつつあるものの、中国の経済情勢とか、グローバルなインフレの影響が懸念材料となっています。為替で大きく利益が変動するから株価も安定しないよっていうことなのかな。他の競合企業と比較して、三鉄産業の自己資本比率の上昇は評価に値します。ただ、投資家に懸念されているのは、売上とか利益の減少が課題とされています。だから余計割安に放置されるんじゃないかなと思ってます。配当金高いからたくさん株買ってもらいたいんだろ。でもそんな無理するなよ。そんな会社に未来はないよって僕でも思いますね。これは決算資料には現れてない。ここですね。新たな収益基盤の創出が課題だと書かれています。特にここかな。グローバルレベルでの取扱い商材の、これが IR 広報で説明されていました。収益の業態が根本的にシフトしていて、誰も知らなかったですね。この会社の収益は半導体部品の販売でしたが、大きい施設が必要っていうのは話しましたよね。君たちはこの巨額な設備っていうのはないから横流しいかんなということで、じゃあ何をやったかっていうと、ここですね。一番お金がかかるものは何でしょうか？それは工場施設の電気代が高いのか？いやいや違うんだよね。人件費なんですよね。半導体を組み立てる作業、この人件費がすごい高い。じゃあ全部オートメーションで作ってしまえばいいじゃないって僕は思っちゃったんですよね。でも、オートメーション、工場で全部アームとか作って設計して一個一個やるとかえってコストがかかるような比較的少ない部品の方が多いんですよね。みんな iPhone ぐらい家に使って iPhone作るからそういう自動化オートメーションっていうのはできるけど、企業は使う電子部品って言ったらもう本当にそんなバンバン生産しない。なんで人に組み立ててもらった方が結果安くなっていくんですよね。半導体を組み立てるのは機械で組み立てるより安いコストでマニアックな部品を高く販売できる計画ができるなって聞きましたね。どうやらこれはもう成功してるみたいで視野をね広げていってもう海外に拠点を9店舗増やしてる状況って書かれてますね。なんかもうできてるって言ってましたね。嘘ついてるのかっていうと割と目が期待に満ちてるので、もうこれでこの会社安心だ。でもなんでこれ業績良くなってくるのに買ってくれんのかなみたいな広報部の目をしてたので、これいけるな。安いじゃんと思いました。チューデント好き？うん。チューデント食べようか。うん。さあ、ここでね、決算資料の採点を行ってみました。100点満点中で、財務健全性は25点中20点。自己資本比率の向上とか財務面での安定性っていうのは評価されています。キャッシュフローの減少がリスクとは書かれていますけど、それは海外拠点の進出に大きくお金を使っているだろうと思ってます。成長性は25点中15点。ちょっと低めですね。それは売上とか利益の減少が見られるため、成長性はやや低いとみなされています。2025年5月期の予想で回復の見込みがあるってここには書かれてるんですよ。投資家はどうせ予想だろうって僕も思うんですけど、IR の話から知って、組み立て事業、安い外国の人を奴隷みたいに使って高い利益を見込めるだろうって、僕たち投資家からしてみればね、どんな諸業であろうと別に会社が利益上げれば全然構わないです。市場のポジションに至っては海外の進出が9店舗あってすごい順調なニュアンスだったので、もっと高くてもよかったかなって思います。はい。さて、総合評価は100点満点中73点。これは機械の AI が決算資料だけを読み込んで点数なんで、実際はこれよりもっと高くなるんですよね。購入の目安は90点以上の時に買うようにしてるんだけど、この業績予想っていうものがまだ反映されてないから、収益の内容を根本的に覆る内容だったんですよね。だからギャップがある投資家との株価爆上がりのキャピタルゲインが期待できるなって。配当も 4.5% ですっごく高いし、短期とか長期どっちにしても利益があるなと僕は目をつけました。
次は信用倍率を見ていこうという話なんですけど、時価総額が85億円っていうと役に立たないんですよね。85億円だよ。テッサさんが資産いくらかな ?100 億か200億円を動かしてるでしょ。終わりじゃんね。役に立たない。逆に言うとちょっとのことでめちゃくちゃ大きく動くから、この株って全然持っててもいいな。減配っていうシナリオが僕は思い浮かばないので、割と僕のキャッシュポジション低めにしても買っときたい銘柄ではありますね。さて、みんながどう思っているのか、信用倍率の変化とか出来高、あとニュースの検索の動向から判断しました。信用倍率が適切に低下して出来高が増加している場合は資金の流入が期待できるため、評価を高くしていたりします。その結果、総合評価は65点。現状では売上減少とか、利益の低下の影響で市場の注目度が下がっている状態でした。収益形態の変化で時価総額が小さすぎて、アナリストからも評価されず、株の雑誌ダイヤモンド財とか僕は見るんですけど、記載されない。だから認知度っていうのはかなり低い。同時に今後の三立産業の業績と株価にギャップがとてつもなく大きいので、長期目線で購入しようと思いました。短期で上がったなら、僕たち投資家の資金効率が良くなって、他の割安な銘柄に投資をしていれば、資産は増えていきますよね。さて、投資家の心情とか、チャートの形状、業績、すべてを踏まえて、じゃあこれは買うか、買うべきじゃないか、じゃあいくらで買うかというのを判断していきましょう。総合評価は73点。三立産業は財務の健全性は確保されているものの、売上と利益の減少がリスクを増加させているとみなされています。ただし、この2025年5月の業績予想では売上高と利益の回復は見込まれているっていうかな。もうおそらくそれ確実だと僕は思っているので、長期的な成長を期待できますね。投資判断としては、僕は買い。これって本当に売上と利益が回復する見込みがあるのかっていう疑心暗鬼の投資家を差し置いて、先にこれを両方知って買いに行けるっていうことがまだできるんだなと思いました、この時代。山間で僕はどれくらい株価が上がるか期待できるかは、1.5 倍から2倍くらいの成長するのかなって軽く思ってます。さて、じゃあ行きましょうか。みんなお待ちかねの、じゃあいくらで買えばいいの？あなたはいくらで買ったの？みたいなアルゴリズムの設定注文についていきます。スマートフォンを手に取って、証券番号3321で入力。そしてアラーム設定を行ってください。今1180いくらぐらいだったから、僕だったら1150円で買います。この動画が投稿される時にはだいぶ上がったりする可能性もあるので、1250円以下だったら OK だなと僕思ってます。損切りラインは1047円。買ったけどもっと下がる。買ってから 9% 下がるっていうんだったら、勢いがあるとか自分が思っていた動きと違う予想外のことが起きているということなので、ここは損切った方がいいです。あまりないですけどね。トレーディング開始は購入した金額から 106%、配当金以上の金額ですね。で、1219円。これが配当をもらうより早く値上がりした場合は、どんどん資金繰りを早くすることができる。利益確定の幅は 3.3%。ピークから下落したら40円ぐらいの幅ですね。で、アラーム設定は1199円。これが上をブレイクしたらそのまま上がっていくんだろうなと僕は思うので、買い増しかな、見送りかな、保有するかな、その時に検討します。で、下のアラーム設定が1099円。ここは下がることあるだろうけど、ちょっと85億円の時価総額なんで、僕の動画見てどうなっちゃうのかわかんないですよね。認知度は向上して買いたいな、買っとこうかな、みたいな人が想定すると、ちょっとここに下がることってあんまり考えられないような気がします。一応設定しているだけです。このように投資家から購入されていない注目度の低い銘柄なので、いつ買っても儲かるような判断です。配当利回りが高いので、長期、短期、両方の利益が期待できますね。次の証券に行く前に調べてた年収データっていうのが出てきたんですよね。三立産業の。年収566万円。いいなぁ。僕の時はね、事務員の時で300万円いかなかったですもん。手取り220万とか、年間。楽な仕事でしたけどね。やっぱり整備士。僕自動車整備士をやっていたんですけど、その時でも残業マックスになって、ワル君残業やりすぎだよ。早く帰ってよ。って言われて、430万円くらいだったかな。だからきついことして、寿命を削って、体壊して、そういう生活をするより少ない金額でもいいから、僕みたいに専業投資家で自由な時間を過ごして、散歩して、好きな友達と会ってっていう暮らし方がいいんじゃないかなって。で、投資が上手くなって、ファイヤーして、さらにね、僕と関わる人に一緒にお金持ちになりたいなと思ってます。それはお金もそうだし、知識もついてくるし、性格もお金持ちになったら余裕があるわけだから、募金もするし、会社員じゃないから自由時間がいっぱいあるから、ボランティアもやるし、人類に貢献する、日本人に貢献する生活、生き方をしていきたいなと思ってます。ちなみに、三立の本社がこんな感じです。
ちっちゃそうですね。でも僕も会社自体持ってないですしね。もう僕が会社起業するんだったらこういうビル丸々1個持っときたいですね。次行きましょう。証券番号7059のコプロホールディングス。株式会社コプロホールディングスは建設技術者の派遣を中心に機電、半導体技術者、派遣、IT 技術者の派遣サービスを展開しています。技術者の高齢化とか若手不足の問題に対応して働き方改革の推進などを背景に技術者派遣の需要を踏まえた技術展開を行っています。収益性の高いストック型ビジネスですね。働く元気な若者っていうのが割合的少なくなって、技術者っていうのは教育に時間もかかりますよね。だから代わりはいくらでもいるんだとか派遣社員のイメージはあるんだけど、じゃあ、辞めさせていただきますってなると、企業が、ちょっと困るよ、ちょっとお金あげるってなっちゃうじゃないですか。つまり単価が上がっていってるんですよね。安売りできないから人件費が高騰して技術量がさらにプラスして、代わりはいるかっていうといないんで、結構この業界儲かるんじゃないのかって IR の説明の人を見て思いました。儲かりそうなんだなって、この人ちょっと滲み出るオーラ、儲かってまっかみたいな IR 広報部の人の説明をそうやって対談で伺って、そうすると資料を読み上げるだけじゃなくてね、これからこうなる。派遣業界のシェアはトップでも 4% だから 10% はいけるよって、そうすると時価総額ももっと上がると思うんだよねとか、YouTuber 並みに自分の意思を言ってくれたんですよね。僕も YouTuber やってるので、なんでめっちゃこの人は喋るんだろうって思って名刺交換したら執行役員で、なるほど、道理で会社全体をね、俯瞰的に捉えて自分の意見をアウトプットする人なんだな。やっぱり自分の意見をアウトプットして伝える、ちゃんと意見を発信するから会議にも呼ばれて、今の地位にあるんだな、この年齢でって思いましたね。絶対会社員じゃないよねと思ってたらやっぱりそうでしたね。決算資料には実際説明しかないのが当たり前で、IR 広報の資料っていうのは、他との比較がされていて、やっぱり中期の業績予想が根拠あるものだなと確信しました。さらにコプロホールディングス、コプロ IR 広報では、この人ね、やり手だなと思って時価総額を上げるために YouTuber とコラボしたり、投資雑誌に記載させてもらったりとか、これから株の新規購入者が増えて、そうするとこの板を見てくださいよ。時価総額が上がるじゃないですか。売り抜けて離脱するっていう人より、これから買って保有したいという人が増えてくると、需要が上がってくるんですよね。そうすると株が枯渇しがちになるから、なかなか売ってくれない。高くてもいいから買いたいよって上に行く。そんな強気だったら売らなくてもいいかなって売りがどんどん消えていくからね、余計需要と供給が逼迫してね、株価が上がっていくんですよね。で、今の株価から業績だけ考慮しても僕は 1.5 倍は値上がりするのかなと。じゃあいつ買うのかっていうと、この動画が公開される時には保有してるでしょうね。配当利回りは 3.8% で、来年はさらに 18% 増額した60円。すごいですよね。何がすごいかって、会社員の給料は、来年は給料 20% 上げるね、ならないじゃないですか。社畜で働くっていうことは、自分の寿命を売って、安定した生活、送れるぞって小さい頃から教育を受けてきたけど、安定したというのは、給料も安定した、上がらないっていうことですからね。下がりもしないけど上がりもしない。必要最低限のお金をもらい続けるっていう。だからこれは、投資家の特権だと思うんですよね。配当成功とか配当金っていうのはもっと今後上がっていく基調にありますもんね。アメリカに倣って。だから結局自分が働くよりお金に働いてもらった方が生活できるし、自分が働くより人間より金が目に見えないものが稼いでくれる。幸せを招き込んできてくれるってなりますもんね。人生は一度きりだから、僕の好きだなーって思った人、家族、コミュニティの人とね、限りある時間を楽しく有意義に過ごしたいものです。皆さんはそういう好きな人とか家族っていますよね。じゃあ、その家族と接する時間ってどれくらいありますか？もっと欲しいですか？さあ、チャート形状を見ていきましょう。両足で見るとね、ぐいーって上がっていってるんですよね。なんか、割高になっちゃってるかな、買いたくないなーって僕は思うんですけど、そこなんですよね。投資家とのギャップが生まれてる状態で上がりきったと思ってる。僕もそうですけどね。時価総額は316億円で株価が適正に判定されているとは思えないな。2024年からは出来高が停滞しているので、株価は横ばいで業績は良くなっていってるんですよね。だから割安度が、ここ割安度っていうかな。株価の横ばい、ちょっと上がって途中から横ばいに対して、このPR の業績に対する割安度っていうのは
やっぱ業績が良くなって、そこが決算が反映されてボコって下がってるから割安になってますね。今後もそれって加速していく、どんどん割安度がね。もちろん増配もしていくと。じゃあ、決算資料を見ていきましょう。良かった点は、売上が前の年と比べて68億円と大幅に増加した。営業利益が 77% 増加、4.18 億円に。親会社に帰属する四半純利益も 39% 向上して2.65 億円に。あとは稼働率の改善。仕事サボってスマホをポチポチするっていう人、僕も好きじゃないので、ちゃんと働いてほしいなと思うんですよね。悪かった点は、総資産が7億円減少して114億円。自己資本比率っていうのが 66.3% から 66.2% へ若干低下。まあ、これはゴミみたいなもんですね。キャッシュフォローは、決算資料はなかったけど、減価償却費の増加によりキャッシュポジションが健全であると推測されています。あとは現金及び貯金が大幅に減少して、売掛金の増加が見られます。業界動向との比較を行ってみました。建設業界は人手不足が続いており、同社の技術者、派遣サービスに対する需要が高まっていきます。働き方改革とか、労働時間の制約が強まる中で、同社の成長が見込まれます。競争他社と比較すると、売上高と利益の増加率っていうのが非常に高くて、めっちゃ伸びてるじゃん。配当利回りとか成功っていうのをめっちゃ改善するじゃん。株価も上がるんじゃないのって思いますね。シェアを伸ばしていくことがわかります。じゃあ、それらを踏まえてみんながどう思っているか、決算資料を分析するとこのような点数になります。100点満点中、総合評価は86点。まあいいですね。財務健全性が25点満点中20点。自己資本比率っていうのは健全であるけど、総資産が減少してるから少し減点と。成長が23。割と満点に近いのかな。売上高、営業利益の成長が高くて、事業拡大のポテンシャルを感じられる。結構 IR 広報部のやり手だった感じをすると、もうちょっとプラスしてもいいなって。市場ポジションが22点。これももう少し高い点数だなって。建設業界との人手不足を追い風に、すごいですよね。人が少なくなっていって、技術者も少なくなって単価が上がっていくっていうね、技術者派遣の分野で強み発揮している。代わりはいないんだ4になっちゃってる。将来性に対しては一番ちょっと弱点の21点かな。中期経営計画をしっかりと実行して、業績予想でも成長が見込まれていく。まあ、ギャップがないっていう感じで21なのかもしれないな。さあ、総評に行きます。コプロホールディングスは、建設業界における技術者派遣サービスで堅調に成長しています。売上高、利益、伸び、ともに優れていて、財務健全性も高い水準にあります。人手不足が続く建設業界での需要を踏まえ、中長期的に成長が期待できる企業だから、まあ、気長に持ってもいいしね、短期で持ってもいいんじゃないのって、そうだな。まあ、どちらかというと長期メインかな。はい。で、投資判断としては、買いです。業績の良さに加えて、業界内の地位とか、中長期の成長戦略っていうのが明確であって、また IR の広報部の人も結構やり手っていうのがあって、うまく捉えていってるんじゃないかな。さて、お待たせしました。それでは、アルゴリズム。自分はいくらで買ったのか、皆さんはいくらで注文すればいいのかっていうの。コプロは上場したのが2020年ぐらいとか、最近なので株価が定まってないんですよね。いくらくらいっていうのがわからない。だから余計投資家っていうのは疑心暗鬼になって投資しないっていう知名度が高い銘柄を投資するよね。同じぐらいの業績だったら。で、長期をメインとして、僕だったら1550円で買うな。差し値入れます。絶対もう僕はこの紹介した2つの銘柄っていうのは欲しいし買ってますね。これメモ代わりとしてこの動画を作ったから、おすすめ銘柄他のチャンネルで100銭とか100買えるかって思うんですよね。本当怒ります。じゃあ、おすすめだよって言うけど、いくらでいつ買えばいいのってめっちゃ怒ります。内心めちゃくちゃ怒ります。で、買って1550円で買って、損切りのラインは1411円。まあ、ここはもう絶対機械でね、設定しとかないと、アルゴリズム設定でね。で、普通の差し値と逆差し値っていうのかな、損切りの。何がアルゴリズムと違うかっていうと、こう、106% で設定した1643円。これを超えていったら、売らないんですよね。まだ売らない。下がるまでずーっと上を更新し続けるっていうから、利益を拡大して損切りを最小限に留めるっていうものができるんですよ。株価の自動運転っていうのかな、売買っていうのは禁止されているんだけど、自分で設定したじゃんっていう楽天の言い分でギリギリできてます。逆に言うと、NISA が国が管轄されて認可が下りなかったので、NISA だとできないんですよね、これ。で、アラーム設定は1700円。これを超えたら、もっとこう、気づかれたかな、バレたかなっていう感じで投資家に買いが加速していくから、どうしよう、間に合うんだったら買わないとっていう感じ。加減1500円。これは普通に波としてあり得るかな。200株の購入予算があるんだったら、まず1550円で100株。
で、1500円下回ったんだったら、もう100株で200株持っておくっていう、そういう作戦です、僕は。ここまで自分が本当に達成したい目標に向けて、設けたい目標に向かって、時間を使う方法とかを僕は言ってるんだけど、一つこれだけは絶対に時間を使うべきだということがあります。それは誰かと一緒に過ごすために時間を使うっていうことかな。人に時間を割くってことですね。それが誰かと時間を共有すること、友達と遊ぶとか、彼女と一緒にご飯を食べるとか、そういった人と過ごす時間積極的に使うべきでしょうね。でも投資家とか必死で早く働いて稼いでお金持ちファイヤーしたいっていう人いるじゃないですか。目標から少し遠く下がるんじゃないかな。こんな無駄なことしてていいのかなって思うじゃないですか。でも人生って一回しかないじゃないですか。さっき言ったように。誰とも一切関わらない一人ぼっちの人生っていうのはもう5年続けただけでも僕結構本当鬱になりました。気持ち悪くなるし、何か人から必要とされたい、話しかけられたいって手繋いでいってほしいじゃないともう怖いみたいな、そういう状況に陥った時がありました。株やお金もね、自分一人で持っていても意味はないでしょう。1万円札と一緒ですね。他の人も持っていて価値を認めてくれるから、自分が今持っている1万円に原価20円の紙っぺらに1万円という値段がついていくんですよね。時間の効率の良い使い方と時間の意味ある使い方っていうのはもう本当に混同しないで、どちらが幸せな思い出や魅力的な人になるのか考えてみてください。それを考える時間を僕は毎日確保しています。朝起きて20分間散歩して 5600 メートル一輪車で走って、それから2キロウォーキングして、だいたい1日10キロぐらい歩いたり走ったりしてますね。さあ、じゃあ意味ある時間の使い方、みんな思い浮かびましたか？友達と遊んだり、美味しいもの食べたり、子供を育てたり、ビジネスを立ち上げたり、他の人と一緒に過ごす時間をおすすめします。時間が大切だからこそ、積極的に誰かと時間をシェアすることが豊かな人生になるんだなってすごい僕は不安障害になってから思いました。だから皆さんはこういう死にたいかな、死んだ方がマシかなっていうような思いをする前に、ちょっと過ごしてオキシトシンという幸福物質を増やした方が本当に僕は良かったですね。昔の人が罰として島流しにされたことをよく歴史的教科書で読みますけど、誰とも繋がれない一人ぼっちがあまりにも辛いからなんですよね。本当に孤独っていうのは体に悪くてね、5年から10年ぐらい寿命を削るっていうんです。そう考えると一人ぼっちでは何時間あっても苦痛なだけかもしれないですね。これは金持ちだ、ランボルギーニかっこいい車持ってるよ、大きい家住んでるよ、でも誰とも言えない、もうこの世に一人しかいないっていうんだったら、もう多分死ぬしかないかな、死にたくなっちゃいますよね。じゃあ最後にこれですね。問題がある状況を楽しむ。目標の達成に向けて動き出すとミスとかトラブルとか、株に関してはもう儲けるために一体どれがね正解なんだって、ファンダメンタル、テクニカル分析両方やったけど、なぜこれだけ調べたのに下がるんやなっちゃうよね。それだけじゃなくて、株を投資する以外の人たちでもね、貧乏人とか、この孤独なブラック企業で働くとか、親の絶縁とか病気とか、誰もがそれぞれ本気で辛い悩みを抱えてね。だがこの問題を解決したって一生そういう何にも問題のない時って来ない。結婚できないことが自分の問題だと、結婚できないのが問題だな、課題だなと思って結婚できたとしても、また違う問題が出てくるじゃない。離婚したいなとかね、3人に1人が離婚する、永遠の愛は誓いますか？日本全国の3人に1組のカップル、永遠の愛はどこ行ったんでしょう？誰もが何もない状況になりたいなんて幻想を捨ててしまえば、そもそもね、問題とは何でしょうね。自分が取り組むべき課題なんでしょうね。モンスターハンターとか、僕はゲームが好きでね、ついついこもってやってしまう時があるんですけど、じゃあゲームやりたいから買った、全部クリアしてやる状態です、面白くないやんなりますよね。もうどうしようって20分くらいうろうろしてもう終わっちゃうかな。人生は全く味気ないものになっちゃうんじゃないかな。今自分が抱えている問題は自分にとっておそらく時間をかける価値のあるクエストなんじゃないのって。だからその問題をクリアしていく過程を楽しむ。僕だって会社を作りたい。VTuber でこれだけちょっと名が売れてきたから事務所を立ち上げたい。お金持ちのコミュニティができたから出資をつなえば会社ができるんじゃないか。また企業案件ももっと来るんじゃないのって。時間をうまく使ったって言える唯一の基準っていうのは、限られた時間のうちで自分の能力と時間をありったけ使って与えられた問題に対してやれるだけのことはやったっていうことかな。僕たちは本当にやりたい、達成したいと思ったこと、それを忘れちゃって SNS を見たり音楽を聴いたり
映画とかドラマを見ているのかもしれないね。だから毎日時間をとってカフェに行ってご飯食べる時とかでも空を見て、自分は本当は何がしたいのかを考えて、限られた時間を使っていった方がいいなと僕は毎日思っています。それでは皆さんお疲れ様でした。お久しぶりの配信でしたね。僕のコミュニティの参加の仕方っていうのは、この itLink っていう概要欄があって、Twitter でもいいですよね。で、ここのメンバー募集っていうのをクリック。そこにプランがあるんで、そこに加入してください。加入することができます。毎週金曜日に会議、ミーティングを行っているんですけど、その毎月がこれ5000円。これをね、高いと安いと捉えるかは皆さん次第で。やっぱり参加してる人からは、5000万1億持ってるんだから、こんなの安いもんだよねっていう、もっと高くやってもいいんだよとか言われますね。ここのプランに入られた方っていうのは、オフ会でホテルで宴会開いたりとか、儲ける案件とか、毎週のミーティングで双方に意見のやり取りっていうかな、お話ができるっていうメリットが、いや僕もね、不動産について勉強する機会がすごく増えました。意識が。会社の運営についても。なんで僕と話したいとか、手伝いたい。やっぱお金持ちって意外と孤独だと思うんですよね。僕はすごく孤独に感じます、毎日。この株買った方がいいよとか、投資は大事だよって友達っていうか、友達と思ってた人に教えても、働いた方が稼げるよとか、なぜかマウントを仕掛けてくるので、そういうことを言いたいんじゃないよってね。相手にもされないって。きっと、今付き合ってる友達が合ってないから、次の株をやってる友達、投資をやってる人たちとコミュニティで交流すべきなんだと僕は思ったんですよね。だから自分でコミュニティを作ってみることにしたんです。で、皆さんもそういう孤独感ってあるんじゃないかなって、肩身の狭い思いをしてきたんじゃないかなって。やっぱりこの5000円をきちったことによって、だいぶその人生っていうのかな、もったいないなって僕は正直思ってます。参加できる人を10人に限定しているので、全員話が聞けるっていうのと、じゃあだったらこうすればいいんじゃないのっていうか、僕が意見するので、とりあえずね、とにかく仲間になってくれる方、スポンサーになってくれる方を募集しています。お願いします。いろいろ株のことを話してね、偉そうなこと言ってますけど、勉強してる最中で何千万何億持ってるっていうわけではないんですよ。全然30歳以下の人なんです。それでは遊びも仕事も全力で頑張っていきましょう。皆さんもね、僕も全力でやっていくから、バイバイ。